こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は風車型ブランチマイニングを開始し、8週目が終了したところです。しばらくは地下生活ね。いや、残念なことにそう長くは持たない見通しです。目標数が少なすぎるんですよ。ちなみに目標数まで達する順は、石炭、鉄、金、ダイヤの順となるはずです。最後にダイヤを集め切って終了というわけね。また経験値30まで溜まったので剣のエンチャントを試みます。毎回組み上げるのが少しだるいです。出てきたのはアンデッド特攻砲ですが、もうそれでいいんじゃないの？まだ見抜海底遺跡のモブのこと考えると狙い目はダメージ増加砲なんです。とりあえずシャベルに低レベルつけておきます。最初に持ってた石炭と合わせて、早くも石炭がブロックでワンスタック溜まりました。さすがに幸運3で掘るとあっという間ね。後々インベントリ圧迫される恐れもあるので、石炭集めはしばし中断して様子を見ます。さて9周目が終了です。ダイヤや金が少なめでした。途中で掘り抜いた洞窟でダイヤを見つけました。うおー、さすがノックバック2。連続で攻撃しづらいので厄介です。これだけ吹っ飛ばしておいて反動がないのが不思議よね。さてこれで10周。ダイヤは前作で調べた期待値を若干上回ってます。まあ理由については後で触れますが、上回るはずです。攻略アルゴリズムが変わってる金の推移は未知数ですが、今のところの推移は予想した通りです。11周目はダイヤ一つもなく、期待値割れしました。大丈夫なの？全く問題ありません。ダイヤがチャンク単位で生成されている関係で、3周以内に反動が来て辻褄が合う可能性が高いです。やってしまいました。幸運3との差で期待値としてダイヤ 1.2 個の損です。レッドストーンじゃ採掘できないわよ。うおー、すごい違和感。これ水中歩行3の効果ですね。水があっても進む速度が下がりません。さて風車型ブランチマイニングの曲がり角ですが、地下峡谷がありました。左右の足場と頭上を塞いで安全確保したのですが、ここで一つポカをやらかしてしまいました。そこにダイヤがあるわよね。クリーパーが降ってきて爆死したの？いえ、今のエンチャント防具ならそのくらいでは死にません。ダイヤを回収して通路に戻ったのですが、その作業中に風車型の曲がり角だということをすっかり忘れてたんです。で、ここで90度折れ曲がるところを、後で気づくまで直進してしまいました。まあ影響としては大差なく、この直進中に見つけたダイヤ攻略はこの1箇所で、本来の風車型のルートよりダイヤ8つ分余計に入手しました。この場所さっきの峡谷のすぐ近くよね。4、5周先でどの道見つけてたんじゃないの？いえ、頭上で見つけたダイヤですし、4、5周先では北に向かって掘ってるので、1ブロックのズレでこの鉱脈は見つけられなかったんです。180メートルほど進んだところでもう一つ地下峡谷を見つけ、ふとコンパスを見てようやくルート間違えてたことに気づきました。コンパス中心座標で風車型に掘り進んでるので、本来コンパスは45度から135度の角度しか指さない、というわけです。そして12周目終了。しかし先ほどの8個分を除いても、12周目はダイヤの大収穫でした。一気にほぼ倍になってるじゃないの。ふおー。焦ることありませんでした。掘ってて急に水が流れてきても大丈夫です。どうも水中呼吸と水中歩行3はブランチマイニングと相性が良いようです。次は溶岩流れてきてほしいわね。さていつの間にか経験値が34まで溜まってます。
30ごとにはエンチャントやらなかったのね。少し横着してました。どうせダメージ増加法でないし。で、低レベルエンチャントをどこに回そうかと悩み、鉄シャベルに回すことにしたんですが、ダメージ増加法が出ずに、今度は鉄シャベルが量産されたわけね。でもそのうち一つになんでかシルクタッチが付与されました。何かに使えるの？未回収ブロックでシルクタッチがいるのは金糸とネザークオーツ鉱石の2つです。ウィキによると金糸ならシャベルで回収できるそうです。中途半端ね。13周目では金が伸びました。ちなみに金の攻略ですが、とりあえず色々試算して、全バージョンより 14% 増加と算出してます。まあこの数字はまだ自信がないのですが、今回掘ってみて確認するということね。どうもまだ恐怖感が抜けないですね。防具も剣もエンチャントがついてるのに。一度爆破に巻き込まれたら安心できるんじゃないの？さあ、お断りします。これで14周終了です。金やダイヤはほとんどありませんでした。でも依然期待値を上回ってます。取れすぎた周回分の辻褄が合ってきたというわけね。さて、またクリーパーがいました。この剣ならジャンプ切りでオーバーキル実績解除できるかな。距離不足。ってわー。何やってるのよ。何ってほら、安心するためにエンチャント防具の強さを確認した次第です。さてまたエンチャントのお時間です。ドロップ増加法が出てきません。これもう拉致が開きません。一つ目のエンチャントだけで決めるんじゃなくて、追加で付与されるエンチャントを狙った方が分がいいんじゃないでしょうか。いっそノックバッカーを極めるのもありじゃない。でももう失敗続きで鉄シャベルでいっぱいなんです。これ以上作りたくないんですよ。それはともかく、ようやく効率強化法を使う時がやってきました。あ、ようやく3を使い切ったのね。理想の採掘用ツルハシです。ここからが本番。ちなみにこのツルハシは今後2回修理します。2回で風車型27周目まで持つはずです。で、うっかり本棚を一つ普通のツルハシで取ってしまいました。余計な手間が増えたわね。まあそちらは大した問題じゃなかったのですが、問題はこの時点で原木が持参の半分切ったことです。道具作りや本棚修復に使ってるし、それに原木は呼び込みで持ってきてたわよね。余計に使ったのは原木4つ程度なんですよ。計算が合わないんです。で、この動画収録後に再確認したところミスの原因がわかりました。前回、風車型は1周ごとに16歩、32採掘分長くなると言いましたがそれ嘘で、正しくはその2倍です。つまり距離は2倍、原木は2倍必要だったってこと？そうなります。再計算後、このままだと21周目あたりで松明が切れることがわかりました。あれ？なんでウィッチはそっちに行くの？まあ、どの通路も高さ2段のモブは入ってこれないよう安全確保しているし、心配することないです。またいつものうっかりでどこかに隙間があるんじゃないの？いやいや、さすがにいくら私でもブランチマイニングで間違えることはありえません。それだけは自分を信じてます。よく言うわ。うわぁ。弓。悠長に鉄採掘してるんじゃなかったです。自分を信じるなどなんて愚かなことを。結局2周前の頭上がしっかり塞ぎ忘れてました。採掘用ツルハシは絶好調です。石を採掘するスピードは確か効率強化4と5で変わらなかったはずなので、これが最も早いと思います。再びオーバーキル実績解除のチャンスがやってきました。でも、ダメージ増加法で解除できるかわからないんでしょ。まあやってみます。ダメだったらポーション使いになるまでお預けです。
よいしょーっと。あ、やっぱりダメなのか残念うおー。マイクラに火の玉なんてないので経験値です。さてもう少しで16周目も終了というところですけど、素手掘りしてた頃の2段下をちょうど掘ってます。1周4メートルずつずれてくから16周目でちょうど重なるというわけね。鉄鉱脈の下からダイヤ鉱脈が見つかって、木として掘っていたところなんですが、通路に戻ってみたらゾンビが湧いてました。また隙間があったの？いえ、松明節約でやや間隔空けてたので湧き潰し漏れでしょうね。原木不足が気になりなんとなしに間隔空けてたんですが、やっぱりきっちり8方機に設置した方が無難のようです。17周目が終わったところです。ダイヤ以外は目標数の半分を超えました。ダイヤはまだ期待値上回ってるの？前作の期待値より35個上回ってます。ただ、27周の予定というのは、前作の期待値を上回ることを織り込んだ数値です。前作と違い、鉄や石炭を積極採掘するのが前提だったので、鉄や石炭鉱脈の裏からダイヤが見つかることもあるわけです。そのため前作の期待値に試しに 4% 上乗せして、それで必要な周回数を算出してたのですが、でも現時点ではその予想をさらに上回るペースで推移してます。想定が甘かったのか、ただ運が良いだけなのかわからないわね。さて今回はここまでで、次回も引き続きブランチマイニングです。採掘用ツルハシを取得したし、ここからはエンチャントはおざなりにする予定なので、ブランチマイニングはあと4時間少々で終わるんじゃないかと思います。とんでもないことが起こらない限りね。それではまたね。バイバイ。